練習生時代から数年の間、ほとんどの K-POP アイドルたちは、宿舎で共同生活を送りながら活動しています。もちろん、BTS も、かつては、宿舎で7人一緒に暮らしていました。メンバーたちは、どのような過ごし方をしていたのでしょうか。彼らが生活していた部屋やルームメイトごとのエピソードをまとめましたので、ぜひご覧ください。7人一緒の部屋。地味です。昨日引っ越しました。元の家よりもっと広くてみんな気に入っています。特にこのキッチンが一番目に飛び込んできました。重要なのは私の出番がない。2013年5月14日、このようなコメントをツイッターに投稿し、引っ越しの報告をしたジミン。ここは BTS がデビュー前から2015年まで住んでいた宿舎です。ノニョンドンにあるアパートの小さな一室で、7人は寝食を共にしていました。2015年4月29日リリースのミニアルバム、歌謡年歌パート1の収録曲、引っ越しは、実際の引っ越しをモチーフにした楽曲で、歌詞の中に、壁紙もトイレもベランダも、全部青い家というフレーズがあることから、この宿舎は、通称、青い家と呼ばれています。素敵な呼び名ですよね。確かに、鮮やかな青色のドアが印象的です。2014年6月24日に公式 YouTube チャンネルが公開した動画には、宿舎でデビュー1周年をお祝いする様子が映し出されていました。たくさんのものでごちゃごちゃしているキッチンやリビングに親近感が湧きます。2013年に韓国のケーブルテレビ局 SBS、MTV で放送された新人王防弾少年団では、宿舎の内部がさらに映し出されていました。なお、2019年2月18日に SBS メディアーネットの公式 YouTube チャンネルがこの時の映像を公開したので、いつでも見ることができますよ。それでは、宿舎の中を覗いてみましょう。棚に収まりきらないくらい大量にある靴、部屋干ししている洗濯物、鶏肉がストックされている冷蔵庫の中など、7人のリアルな生活を垣間見ることができます。リビングやキッチンのみならず、番組のカメラはメンバーたちの寝室へ突入。寝室には3つの2段ベッドと1つのシングルベッドがぎゅうぎゅうに置かれていて、お世辞にも広いとは言えない部屋で、7人は一緒に寝ていました。相当疲れているのか、マネージャーが声をかけるまですやすやと眠りこけているメンバーたち。起こされてからも眠たそうな目をしてボケーっとしている姿が可愛すぎます。宿舎が映るシーンのほか、BTS 行きつけのお店、通称バンタン食堂と呼ばれているユジョンシッタンで食事するシーンも、このお店と同じ建物の地下に練習室があったため、メンバーたちは本当によく通ったそうです。ここで食べるご飯は母の味に似ていて美味しいんですとシュガは話します。BTS の胃袋を掴んだバンタン食堂、ぜひ行ってみたいですね。宿舎が変わりルームメイト制に。青い家の次の宿舎は居室が増えたので、3つの部屋をそれぞれ2から3人でシェアすることになりました。7人で一緒に寝ていた日々からの卒業です。部屋割りは、ジン&シュガ、J-HOPE& ジミン&テテ、RM& ジョングクの組み合わせに。2016年6月22日にブライブで公開された BTS ボンボヤージュエピ00と翌週29日に公開された BTS ボンボヤージュエピ01に宿舎の廊下やダイニングルームが映し出されていました。以前の住居より確実に広くなっていることがわかりますね。しかし、この時の宿舎はあまり長く住んでおらず、割と早めに新しい宿舎へ引っ越したと言われています。2017年6月14日に公開された BTS ホームパーティーの冒頭部分に新しい宿舎でブラッドスウェット&ティアーズの MV を再現しているシーンが7人の可愛さと面白さが詰まっていて何回見ても飽きのこない映像です。
一つ前の宿舎からダイニングの雰囲気やそれぞれの部屋の作りがだいぶ変わりましたね。かなり広々としています。この宿舎での部屋割りは、じゃんけんで勝ったジョングクが一人部屋をゲットし、他のメンバーはジン&シュガ、RM& テテ、J−HOPE& ジミンに分かれました。ただ、ジョングクの部屋は機材がいっぱい置いてあるせいで落ち着かないらしく、J−HOPE とジミンの部屋にしょっちゅう入り浸っていたらしいです。この時の宿舎の中の様子は、2017年11月28日に配信された RUN BTS 2017 EP29 にたくさん映っています。各々のクローゼットの雰囲気がよくわかるので、見ていて面白いですよ。2017年の終わり頃には、韓国で最も高級なマンションと言われているハンナムザヒルに引っ越した BTS。ここからの宿舎生活は、メンバーそれぞれが一人部屋に、ようやくルームメイト制の部屋割りが終了するはずでしたが、寂しがり屋のジミンは一人部屋を嫌がり、引き続き J−HOPE とルームシェアを継続。ずっとそばにいてくれる J−HOPE の優しさに胸が熱くなりますね。どこまでも仲良しな二人が可愛いです。それでは、ルームメイトごとにそれぞれのエピソードをご紹介します。ジン&シュガペアエピソード。まずは、永遠のルームメイトであるジン&シュガのエピソードです。コンサートの前日、夜遅くまで練習を続け、なかなか帰ってこないシュガが気になったジンは、夜中の2時に電話して、早く帰ってきてね、と伝えたのだそう。ヒョンとして、ルームメイトとして、すごく心配していたのでしょうね。シュガの帰りを待ちきれずに電話をかけたジンの寂しさや優しさが、ひしひしと伝わってきます。そんなジンのことを、シュガはどう思っていたのでしょうか。2016 BTS フェスタで、〇〇が書く〇〇のプロフィールというコンテンツが公開されました。シュガの作成したミンシュガが書くジンヒョンのプロフィールを見てみましょう。〇〇が〇〇の時ありがたいという文章の空欄部分には、ソッチンスがパソコンを消すという時がありがたい。寝ようと言うとすぐに消してくれると記入。僕は〇〇の〇〇になりたいという文章では、僕はソッチンスのルームメイトになりたい。こんなに満足のいくルームメイトはいないと書いていました。シュガにとってジンとのルームシェア生活は相当心地いいものだったということがわかります。願望を口に出していたからなのか、2回目の部屋割りでも、シュガはジンとルームメイトになることができました。どういう方法で決めているのかわかりませんが、シュガの願いが叶ってよかったです。また、親しい友人同士が名前につけて使うスという表現で、ジンの名前をソッチンスと書くところも可愛いですね。仲の良さにほっこりします。このように、長い間ルームメイトとして部屋をシェアしてきた2人。先ほどもお伝えしましたが、そんなジンとシュガを表す言葉といえば永遠のルームメイトですよね。2017年に公開されたボンボヤージュシーズン2には、メンバー間で手紙を送り合うシーンがあり、シュガがジンへの手紙に、ヒョンの永遠のルームメイト、シュガですと書いたことから、この2人のことは永遠のルームメイトと表現されています。J−HOPE& ジミン&テテトリオエピソード。2015年6月12日に公開された動画で、初めてできたルームメイトについて、メンバー同士で話をするシーンがありました。そこで話していた J−HOPE& ジミン&テテトリオのエピソードをお伝えします。同じ部屋で寝ているメンバーだからこそ知り得た情報です。この収録の前日、ジミンとテテが J−HOPE の寝ている時の変な癖を発見。寝ながら腕を上に伸ばし、反対の手で何度も触っていたそうです。しかも、J−HOPE が触っていたのは腕だけではなく、胸元も撫でるように触っていたとか。これを聞いた他のメンバーは爆笑です。寝ている時、無意識のうちにやっていることなので、どうしてそんな動きをするのか J−HOPE 自身もわからないそうですが、
幼い頃にお母さんが撫でてくれたことが関係しているのではないかと予想していました。ジミンとテテが初めてこの光景を見た時はびっくりしたでしょうし、面白かったでしょうね。本当に謎すぎる動きです。RM& ジョングクペアエピソード。ジョングクは香りに敏感なことで知られています。2015年の A スタテレビのインタビューで RM はジョングクのおかげで部屋の香りが良くなったと話していました。いい匂いのする芳香剤を部屋に置き、好きな香りを楽しんでいたそうです。ジョングクが思う RM への気持ちは J-HOPE& ジミン&テテのエピソードの時と同じく、2015年6月12日に公開された動画からご紹介します。全員が目をつむった状態で進行役のシュガの問いかけを聞き、その答えに当てはまる人は手を挙げるというシーンがありました。シュガがルームメイトのことは好きだけど、他の部屋が羨ましい時があるとメンバーたちに問いかけます。この時テテとジョングクが手を挙げたのですが、ジョングクは明らかに挙動不審になり挙手したことがバレバレの状態に、シュガに何が気に入らないのと聞かれたジョングクは、不満があるわけじゃありません。ルームメイトのことは好きだけど、隣がよく見える時もあるってことですと答えました。どうやら、隣の部屋にはゲーム機があることが羨ましかったようです。RM は笑いながら、じゃあ一人にしてよ。こっちも一人で住みたいよ。と愚痴をこぼします。ジョングクが手を挙げたことが少し悲しかったのかもしれませんね。不満はないと言っていたジョングクですが、実は不満に思っていることもあったようです。それは RM の服が床に散らばっていることと、日々部屋の中に物が増えていくこと。部屋が片付いていないのは、綺麗好きなジョングクからすると辛い状況だと思います。ジョングクからのクレームに、RM は片付けるよ。と苦笑いしつつ、宿舎にいる時間がないからだよ。片付ける時間がないと言い訳していました。二人の可愛い争いが微笑ましいです。RM& テテペアエピソード。2回目の部屋割りでルームメイトになった RM とテテのエピソードは、部屋のドアの開閉に関する話をお伝えします。2017年9月9日、BTS の公式ツイッターにメンバーたちのトークルームのスクショがアップされました。その時のメッセージの内容がこちらです。テテ、ナムジュニヒョン。笑い、お願いします。J-HOPE、笑い。テテ、僕が昨日顔全部退治して寝たはずなのに、どうしてプンプンって音がするのかと思ったらヒョン。ジン、蚊に刺された。だから僕が顔見たら蚊はこう言った。プーン、ジンのふざけたコメントはみんな完全にスルー。RM、ごめんねベイビー。あれは僕じゃないと思う。僕ドア閉めていったし。テテ、ドアの隙間が見えないからって閉まっているわけじゃないんですよ。正確にカチャって音がしないとまた開きます。J-HOPE、笑い、細かいんだね。RM、そうなんだ、過ちを認めます。と、このようなやりとりが繰り広げられました。ルームメイトのテテから部屋のドアが開きっぱなしだったと叱られている RM。スルーされたジンのコメントも含め、いろいろとツッコミどころ満載ですね。本当に面白すぎます。J-HOPE& ジミンペアエピソード。前述の通り、一人ずつ個室が使えるようになってからもルームメイトを続けていた J-HOPE とジミン。ずっと相部屋で過ごしてきた仲良しな二人です。2018年4月24日に配信されたブライブで、ジミンが J-HOPE とのエピソードを語りました。スマホに夢中になり、なかなか寝ようとしないジミンを見ると、J-HOPE は早く寝ろと言ってくるそうです。そうやって注意されることで、ジミンはようやく動き出すのだとか。もう完全にお母さんと子供のやりとりですよね。片付けがあまり得意ではないジミンですが、最近は気をつけていたらしく、
僕が細くさんに褒めてもらえるように部屋を片付けておいたんですと話します。ジミンが2時間かけて片付けた部屋を見て、J-HOPE は、おおと、感嘆の声を上げたそうです。J-HOPE に褒めてもらいたい一心で掃除を頑張るジミン、可愛すぎませんか？このエピソードを嬉しそうに話すところも愛おしいです。J-HOPE は、そんなジミンのことが可愛くてしょうがないのでしょうね。BTS のドキュメンタリー番組ブリング・ザ・ソウルドキュシリーズで語られた言葉はとても温かいものでした。ジミンは寂しがり屋なので、僕と一緒の部屋じゃなかったら孤独だったと思うと J-HOPE は言い、ずっと一緒にいてあげなきゃと思ったのだそう。J-HOPE の愛の深さに思わず涙が溢れてきます。ジンとシュガに次ぎ、この2人も永遠のルームメイトですよね。まとめ。今回は BTS の宿舎に関する情報とルームメイトごとのエピソードをまとめました。世界中で名が知られている今となっては、7人が一緒の部屋で寝ていたなんて信じられませんね。成功と比例してどんどん宿舎が大きくなっていく様は見ていて感慨深いものがあります。ルームメイトのエピソードは同じ部屋で過ごしている者同士だからこそ気づく情報が面白いですよね。7人それぞれの個性を楽しんでいただけたら幸いです。